あ、どうも。サイバーパンク2077のメインストーリーを各地に隠されたタロットと一緒に振り返っていきます。各種エンディング分岐を含めたほぼ全てのストーリーのネタバレを含みますのでご容赦ください。0枚目のカード、愚者は V の実質前にあります。愚者とは、私やあなたを含む全ての人です。その旅路における歩みは、全てが新世界への第一歩のように感じられます。旅は、その愚者を変えてしまうでしょう。しかし愚者は信用に足る男であり、悪なき希望に突き動かされ、自身の目標を目指します。愚者は作中でミスケにより明言されていますが、V 自身、そしてジョニーを表しています。避けられない運命により全てを失うか、あるいは何も持っていなかった愚者の旅路の始まりです。愚者の図柄は原作のものと似ており、足元を見ない青年が屋上から踏み出す様が描かれています。右手には棒を持っており、傍らには犬が描かれています。ボーザワンドは原作では原子の力を意味しますが、ナイト式ではそのような使い方をする人はいないので非殺傷を意味するオーダ系武器を表しているかもしれません。愚者は心機一転、成長の機会、信頼、好奇心といったプラスのキーワードと、騙されやすさ、愚かさ、無用のリスクなどのマイナスのキーワードを持ちます。1枚目のカード魔術師はリジーズバーの外にあります。魔術師は知性と意志を持って環境に適応する力や、自身を表すカードです。常に秘策を隠し持つ契約家であり、どんな状況も切り抜けて己の運命を支配し続けることができます。これはエブリンを表しています。V はエブリンと出会い、レリック強奪計画に参加します。その中でアフターライフの伝説になるという目標や、目的を達成するための狡猾さ、自信、意志の強さを得ます。そしてデクスに裏切られ、親友のジャッキーを失い、己の無力さを知りました。図柄は原作のものから大きく変更が加えられており、特に目を引くのがフェイスプレートのない女性と、その後ろに飾られる様々な表情のフェイスプレートです。エブリンには別人になる際にフェイスプレートごと交換していて、本当の顔は誰も知らないというエピソードがあります。さらに、別動画でまとめましたがエブリンは謀略に長けており、大物たちを裏切ることで強奪計画を立てました。両手を見せないこの図柄は、手の内を明かさないエブリンの人間性を表しているとも言えます。魔術師は知性、決断力、主導権といったプラスのキーワードと、策略、無力、目的の混乱というマイナスのキーワードを意味します。少し飛んで4枚目のカード、皇帝はコンペティプラザにあります。皇帝は男性支配を表し、未来を形作る己の権威と権力に満足している存在です。規則を作る側のものであり、公益のためにそれを施行しますが、その名声には負の側面もあります。支配的で冷酷な皇帝は死体の山を築き、その犠牲の上に目標を達成するのです。皇帝は荒坂の帝王、三郎荒坂です。図柄は元のデザインを踏襲しているものの、かなりサイバーパンク風にアレンジされており、男性的よりも支配の意味合いが強くなっています。人々の体から伸びる管を束ねて作られた椅子に座り、こちらを覗く男の影にはないとして伸びる群が浮かびます。三郎荒坂は前作から登場する人物の一人で、荒坂社を世界有数の企業に育て上げた敏腕の経営者です。この出会いが V に与えた影響ですが、特にそれらしいものはありません。三郎も頼信も、ここに V たちがいることを知らないので、ただただ運悪く巻き込まれてしまっただけですね。三郎と V は会話こそすれど、直接対決することはありません。皇帝には権威、威風、秩序というプラスのキーワードと、支配、傲慢、権力の乱用というマイナスのキーワードがあります。また少し飛んで6番目のカード、恋人はノースオークのドライブインシアター跡地にあります。恋人は二者を表すカードであり、
内面でぶつかり合う矛盾や、両極の間で調和を見出そうとする苦難が示されています。また、分かれ道で判断に迷う愚者のように、ジレンマを表すカードでもあります。恋人のカードは発見できる場所こそノースオークのドライブインシアター跡地ですが、レリックを盗むという実績のタイトルにもなっています。タロットカードは正位置、逆位置をはじめとして、複数の意味を持つことは稀ではないので、ローグとジョニー、そしてジョニーと V の2つの関係性を示すカードであると解釈しました。サイバーパンクでは恋人の図柄は原作から大きく変更されています。上下には舌を合わせる対の骸骨が描かれ、背景には円と三角形が描かれています。骸骨は死の象徴であり、デクスに撃たれた V と、ソウルキラーによって殺されたジョニーを表します。ローグは聖者ですが、かつてのアトランティスの仲間は死亡し、全てを得ましたが、どこか、死に場所を探しているように思えます。背景に書かれている円は永遠を、三角形は力もしくは男性原理、女性原理逆位置を表します。円の示す永遠こそがレリック 2.0 の真の目的であり、男性原理は弱肉強食を、女性原理は一体化、調和などを意味します。つまりは、レリックによって強く結ばれた V とジョニーの複雑な関係性を示したカードだと言えます。サブローでも触れましたが、ローグとジョニーも前作からの登場人物です。原作を入手できていないのであまり深掘りしません。恋人は調和、友情などのプラスのキーワードと、疑い、衝動、配信行為などのマイナスのキーワードがあります。偶然、事故から24時間を共にすることになった V とジョニーは時に裏切り、時に助け合いながら、現状の解決法を探り始めます。7枚目のカード、戦車は竹村と話したトムズダイナーの裏手にあります。戦車は違う方向に行こうとする馬に惹かれながらも、常に前に進み続けます。乗り手は理性を働かせ、魂の光と闇を御さなければいけません。戦車を狩ることはすなわち、高みとどん底、良い時と悪い時を経験することを意味します。戦車は竹村を表しています。このカードも絵柄に多くの変更が加えられています。ヘルメットをかぶった人物がまたがっているバイクは、ナイト視点における自由の象徴です。偵察だと言って自撮りを送ってきたり、V のメッセージボックスでググる竹村に合っていますね。戦車には旅行、明確な方向性、旅立ちというプラスのキーワードと、無駄骨、障害、うろつくというマイナスのキーワードがあります。V は竹村との会話を通じて、現状を打開するための糸口を得ます。これから V はナイとしての各地を旅し、時に障害を排除し、時に無駄骨を折りながら、生き延びるための手段を探します。3枚目のカード、女帝はアフターライフの入り口にあります。女帝は女性性と母性を表すカードです。権威ある存在で、己が求めるものをよく知り、洗練と繊細さを持ち合わせています。創造性と成長の象徴である女帝は、本能的な衝動をないがしろにせず、直感を信じるよう促します。女帝はアフターライフの女王、ローグを表します。このカードも原作から大きく図柄が変更されています。メス記号が肩に刺繍されたローブを身にまとった女性が、赤い目をした死体のそばで佇みます。手に持っているのは刀であり、殺傷を意味します。カードの左は過去を意味し、左を向いて目をつむる女性は過去から目を背けようとしています。ローグには息子がいて、ジョニーの言う話では直感を信じるタイプなので、ゲーム内の説明文はそのままローグのことを表しています。女帝には愛、豊かさ、魅力というプラスのキーワードと、端的、夢中になって周りが見えないことなどのマイナスのキーワードがあります。ローグの紹介でパナムと知り合った V は、彼女と協力してヘルマンの乗るカンタオの AV を落とすことに成功します。アルデカルドスの仲間はパナムの警告に気づかずに墜落した AV と接触してしまい、命を落とすこととなります。8枚目のカード、力はパナムと初めて顔を合わせる場所にあります。
力は忍耐を表すカードで、硬い意志、勇気、内面の葛藤と関連付けられます。障害を乗り越えて目標を達成するためには、心から打ち込まなくてはなりません。力は肉体的な強さと不屈の精神。つまり不可能を可能にするために必要な力を表しています。力はパナムを表します。図柄を見てみると、獣の口を閉じようもしくは開けようとしている女性が胸の真ん中のタトゥーに書かれています。このアレンジによって原作よりも内面的な意味が強くなっています。また、胸の大きな女性の頭部はアルデカルドスがミリテクから奪った兵器であるバジリスクのように見えます。名前の由来となったバジリスクは全ての蛇の上に君臨する蛇の王として知られます。その瞳を見た者は生きて帰ってこれないという伝承は、スナイパーライフルを使うパナムを表します。勇気、勇敢を表すこのカードのように、パナムはバイオテクニカとの交渉で平穏を得ようとするソウルと対立し、一人クランを離れてアフターライフで仕事を取り、都会の喧騒の中で生きていこうとしていました。力には、勇気、根性、性本能というプラスのキーワードと、権力の乱用、士気上昇、臆病というマイナスのキーワードがあります。パナムの愛車の総統の奪還や、ヘルマンの捕獲を通じて J はパナムと親密な関係になります。パナムの所属していたアルデカルドスは、リーダー、ソウルの方針に問題を抱えていましたが、V の協力でいくつかの仕事を成功させ、ノーマット本来の勇気や自由を取り戻します。10枚目のカード、運命の輪はアンダース・ヘルマンを尋問したサンセットモーテルにあります。運命の輪は変化の訪れを表すカードです。その先の未来は良くも悪くもなり得ますが、そこには新たな可能性が約束されています。誰しもが頂点に留まり続けることはできないが、希望が完全に消え去ることはない。運命の輪は私たちにそう告げています。運命の輪はアンダース・ヘルマンとその成果物、レリックを表します。誰だかわからない方は別でまとめた動画をご覧ください。このカードも原作から大きく変更が加えられており、運命の輪の下で6発の銃弾を受けたコーポが死んでいます。アンダース・ヘルマンは残念ながら作中で死ぬことはないので、書かれているのはレリックの研究段階で犠牲になった誰かでしょう。死体のすぐそばにはアタッシュケースいっぱいのクレジットチップが散乱しています。ナイトシティでの変化には裏切りがつきものだ、ということを表しているのかもしれません。運命の輪にはチャンスを受け入れるというプラスのキーワードと、服従以外の選択肢がないというマイナスのキーワードがあります。レリック 2.0 によってこの世に舞い戻ったジョニー・シルバーハンドはこの機会をチャンスと捉え、アラサカやアダム・スマッシャーへの復讐を狙います。また、他の人物との友好関係を築けなかった場合、V はアラサカに服従する以外の選択肢を持ちません。レリック 2.0 の設計図を入手した V は、他の手がかりを探します。11枚目のカード、正義はジュディと訪れるチャーターヒルの裏 BD スタジオにあります。正義は争いの解決を表すカードです。秩序、嘘や欺瞞を見抜くこと、均衡が保たれた状態への回帰を示しています。正義が暗示するのは、公正な裁きと適正手続きの保障です。正義はジュディを表します。図柄は原作の要素を取り入れつつもサイバーパンク風にアレンジされています。天秤の形をした骨格インプラントの入った人間の両手には拳と刀が書かれています。拳は大打形で非殺傷、刀は殺傷を表します。敵を殺すことを選べば友人を失い、敵を生かせば友人を失わずに済むというジュディのサイドストーリーを暗示しています。また、正義のカードには自業自得という意味があります。ジョニーがジュディのことを語るセリフの中に、自業自得だからさ。ドアを使うのが嫌で窓から飛び出したら、案の定怪我をして助けを求めてきやがる。というものがあります。正義には人権、道徳規範、自業自得というプラスのキーワードと、偏愛、偽善、理不尽というマイナスのキーワードがあります。ジュディはエブリンの悲劇を繰り返さないために、クラウドやモックスで働く子たちの人権回復を求めています。
ナイトシティで BD エディターとしての地位を持っている彼女のそれは偽善か、偏愛かわかりませんが、彼女はナイトシティの理不尽に立ち向かおうとしていました。そんなジュディの協力で次なる手がかりを得た V は、エブリンの雇い主を探してパシフィカに向かいます。9枚目のカード、忍者はブーブーボーイズの教会にあります。忍者は自ら孤独を選ぶもの。このカードは都会の喧騒からの逃避や、目まぐるしく変わり続ける世の中との決別を示します。忍者にとって孤独とは、崇高なものへたどり着くための道です。そしてその道は大股で勢いよく進むものではなく、少しずつ、慎重に進むべきものなのです。忍者はブラックボールの向こう側の存在、オルトカニンガムです。図柄は原作のものを踏襲しており、ローブをかぶった人物の持つ棒は愚者の持つ棒と同じものです。この共通点から忍者は愚者の行き着く先と言われています。これは、太陽、星、節星のいずれかのルートにて、V かジョニーのどちらかがオルトと一体化するという未来を暗示しています。ローブをまとった人物の顔は見えず、人間か AI か、どちらとも言えないオルトという存在を表しています。忍者には孤独、冷静、用意周到というプラスのキーワードと、自己愛、臆病、排他的というマイナスのキーワードがあります。オルトカニンガムは自身が荒坂に狙われている状況でジョニーに助けを求めなかった結果、不良 AI の一部になりました。ブラックボールの向こう側の住人となった彼女は、V がみこしにアクセスするために必要な準備を整えます。オルトの目的も V と同じくみこしにたどり着くことでした。5枚目のカード、教皇は小田との密会場所にあります。教皇は法王と呼ばれることもあり、伝統への敬意を象徴するカードです。村の秩序を維持しようとするものを表し、そのものの人格もそうした秩序によって形作られています。教皇が重んじるのは、混沌とは正反対に位置する規律です。秩序を信じることによってのみ、その力は引き出されます。教皇はアクト2のボスである織田、三太夫を表します。図柄を見てみると、胸の中心に2個の鍵が書かれ、手に持った杖の先端には十字架が書かれています。竹村の弟子である織田は V を救う鍵となるはずでしたが、荒坂に忠誠を誓った彼は協力を拒みます。結果としてみこしにアクセスする権限を持つ、花子への接触を拒む番人となりました。また、中央に書かれる人物の目は赤く光っています。赤い目をしている人物は他のカードにも書かれており、女教皇、皇帝などが挙げられます。赤とは荒坂社のロゴマークの色であり、赤い目で書かれた人物は荒坂と密接な関係であることが示されます。織田と対決した V は花子、荒坂との交渉に臨みます。2枚目のカード、女教皇は花子、荒坂と対決する竹村の隠れ家にあります。女教皇は神秘を表すカードです。秘密ごとの危うさや、人としての分別と直感の間で揺れる葛藤を示します。冷たく穏やかな水面と、その奥底に隠された秘密を象徴しているのです。女教皇は花子荒坂を表します。図柄は原作のデザインに近く、B、J の柱の間に白のローブを身にまとった女性が佇んでいます。日本の柱は相反する2つのものを示しています。サイバーパンク風に解釈するなら生と死の狭間でしょうか。花子は親愛なる兄、頼信の最後を見取ります。顔では赤い目が光り、頭上の植物は死を象徴する花である、百合のように見えます。女教皇には秘密、問題の発覚などのプラスのキーワードと、詐欺師、内なる声を聞かないなどのマイナスのキーワードを持ちます。花子は父三郎が記憶痕跡として保存されており、現世の復活を企んでいるという情報をギリギリまで明かしません。また、
花子の協力に応じる場合では、内なる声、つまりはジョニーの声を聞かずに判断を下すこととなります。花子荒坂との接触に成功した V は、みこしの所在を知ります。みこしへのアクセスポイントは荒坂タワーの地下にありました。12枚目のカード、吊るされた男はジョニーの墓を見つけた油田にあります。吊るされた男は犠牲を表すカードであり、悟りを得るためには代償が必要だということを示します。天に見放されても、新たな命へ生まれ変わる道が開かれています。しかしその道は永遠に続くかのような苦痛に満ち、その先には死が待っているでしょう。吊るされた男はジョニー・シルバーハンドを表します。詳しく言えば、記憶痕跡になる前の荒坂タワーで戦死したジョニーです。図柄は原作のものとよく似ていますが、吊るされた男は仮面をつけていて、その周りにはギャングがいます。描かれる仮面は、本名ではなくシルバーハンドとして活動するジョニーの人間性を表します。吊るされた男には大義のための犠牲、信頼、普通ではないことをするといったプラスのキーワードと、自分勝手、停滞、反落、幻滅などのマイナスのキーワードがあります。執念深きロッカーボーイ、ジョニー・シルバーハンドは自分の全てを奪った企業への反落を唱え、荒坂タワーに核爆弾を仕掛けるなど、ナイトとしての伝説にふさわしい活躍をしました。その一方でかつての仲間ローグ、オルト、ケリー、サンチアゴなどを幻滅させてしまった自分を悔いています。アダムスマッシャーに敗れ個人となった彼の時は、V の脳内で覚醒することで再び動き始めます。ジョニーと V は油田の墓場で腹を割って話し合うことで、互いを信頼できるようになりました。21枚目のカード、世界はミステのエソテリカの屋上にあります。世界は愚者の名が来旅路の果てにあります。出発時よりも賢く、遠征的になった愚者は、審判の時を迎えるのです。旅の結果を受け入れる者もいれば、新たな挑戦へと乗り出す者もいます。この世界で一つ確かなのは、全てを手にすることはできないということです。愚者の旅路の果てのカード、世界は、ジョニーと最後の決断を下した屋上です。図柄は原作のものから大きく変更が加えられており、巨大な人の影にはないとしてのビル群が収まっています。眉間の位置には大きな太陽が光り、街には雷が降り注いでいます。太陽は活力の源であり、雷は変化の象徴です。すべてを手中に収めた V は、生き延びるためにないとしてに変化をもたらします。世界には成就、旅、宿命などのプラスのキーワードと、夢を諦める、無目的などのマイナスのキーワードを持ちます。V は世界を経て、アフターライフの伝説となるか、ないとしてから旅立つか、荒坂に魂を売るか、いずれかの未来を選びます。もしくは夢を諦めてジョニーに体を明け渡すのかもしれません。そうすればジョニーは目的もなくないとしてを旅立ちます。18番目のカード、月はノースオークの荒坂邸にあります。月は、現実が必ずしも見たままのものでないことを教えてくれます。外見や幻想に惑わされやすい世界では、直感に従うことが重要です。月は夢や願望、そして死神が夜ごと執り行う儀式睡眠を示すカードでもあります。月のある荒坂邸は花子の提案に乗った場合の分岐で訪れます。図柄は原作のものを踏襲しており、夜空に浮かぶ大きな月に向かって2匹の狼が吠えています。狼の目は赤く光っているため、この2匹は荒坂の誰かを示していると思われます。2匹のすぐそばに骸骨が転がっていることから、この狼は頼信を犠牲に全てを得た三郎と花子を表していると思われます。月には恐怖、幻影、神秘の力といったプラスのキーワードと、過ち、悪夢、約束の不履行などのマイナスのキーワードがあります。
花子の提案に乗るルートでは、ナイトシティを支配する恐怖の象徴、三郎荒坂が、神の域を犯す技術、死を携えて復活します。この分岐を選ぶと、夢の中でジョニーに選択を誤ったと言われ、命を救ってくれるという花子との約束は叶いません。13枚目のカード、死神はエンバースの外にあります。死神は変化を表すカードです。困難を伴う変化が差し迫っていることを示し、人生の一幕が終わりを告げ、別の一幕が始まります。この変化において、何かが失われることは避けられません。しかしそれに代わる別のものも現れるでしょう。ということで死神はアダムスマッシャーです。図柄では死者を象徴する骸骨が刀を持っています。目の色を見るに、アダムスマッシャーは雇われているだけで、荒坂に忠誠を誓っているわけではないようです。死神のカードはタロットが発見できる場所と人物の相関が薄いためにどの人物を当てはめるかが難しいですが、死神なんて怖くないのジョブ名での死神がアダムスマッシャーを示していそうなので彼を当てはめました。死神には結末という意味があり、サイバーパンク2077のメインストーリーでの全ての選択がここに収束します。またキーワードとして古きを捨て、新しきに道を譲れが与えられます。アフターライフの傭兵と共に荒坂タワーを襲撃すれば新たな伝説が生まれ、アルデカルドスと共にクレバクランのボスが入れ替わり、竹村と共に来たれば荒坂社の社長が変わります。アダムスマッシャーとの最後の戦いを終えた V は、みこしにアクセスし、V にレリックを取り外します。15枚目のカード悪魔はエンディング分岐の一つです。悪魔は依存、渇望、情熱を表すカードです。悪魔は名誉と富をもたらしますが、その代償として人は物質欲に惑わされ、溺れていくことになります。悪魔は疑うことを知らない人間を誘惑し、罠にかけますが、必ず選択権も与えます。運に身を委ねて悪魔の申し出に応じることもできますが、引き際を忘れてはなりません。花子の申し出に応じた場合は悪魔エンドを迎えます。図柄は原作のものから大きく変更が加えられており、顔の上半分を赤い目に侵食されて苦しむ人間が描かれています。これは荒坂に魂を奪われた V を示しています。また、エンディングではクレジットの最後にミスティからのメッセージで過去現在未来を示す3枚のカードを教えてもらえます。悪魔ルートでは愚者、月、女強行でした。過去、つまりは世界の屋上で決断した時の V は愚者でした。ジャッキーと出会い、傭兵になってないとしてのレジェンドを目指していた愚かな若者から何も変わっていません。現在、荒坂クリニックから出てミスティからのメッセージを受信している V は月です。荒坂との契約を断った V は地球に帰還しますが、徐々に衰える体はどうしようもなく、死の恐怖に怯えて過ごします。荒坂と契約を結び、魂を売った V はみこしの中で適合する体を待ちます。しかしその契約は守られないかもしれません。ジョニーの記憶痕跡を分離したとはいえ、V は未だに悪夢の中でジョニーの声が聞こえています。荒坂に害をなす可能性のある記憶痕跡との約束など守るに値しないでしょう。未来、この選択を行った V の結末は女強行です。地球に帰った場合、レリックについて知りすぎた V は荒坂社にとって不都合な存在です。花子からの依頼を受けるだけの元気が残っていれば、情報の隠蔽として依頼の中で殺されるのかもしれません。みこしで体を待つ V は、それが嘘であったと気づくこともできません。悪魔には、望みの人生を送るなどのプラスのキーワードと、束縛、罠、不誠実、奴隷などのマイナスのキーワードがあります。荒坂の話に乗った V はないとしての伝説になることはなく、誰の記憶にも残らないままひっそりと平穏な死を迎えることでしょう。16枚目のカード、塔は荒坂タワーのすぐそばにあります。
塔は大きな変化、混沌、破滅の兆しです。塔を直撃する雷は、瓦礫の下に埋もれる古き秩序への回帰と、そこから生まれる新たな秩序を示しています。悲劇、終末、自滅のシンボルでもあります。塔は荒坂タワーもしくは荒坂社を表します。図柄は原作のものを踏襲しています。雷は変化の象徴であり、崩れゆく塔は荒坂社を示します。花子の提案を拒み、他の手段で神輿にアクセスする場合、V は荒坂タワーを襲撃することになります。塔は転覆、窮屈な構造からの解放などのプラスのキーワードと、没落、享保、苦悩を伴う変化などのマイナスのキーワードを表します。荒坂タワーを襲撃し、それに成功した場合荒坂社は神輿を破壊され、レリックの機密が漏洩されます。それで全てが変わるわけではありませんが、少なくとも荒坂社の影響力は弱まります。一方で、ローグやアルデカルドスと行動を共にした場合はアダムスマッシャーの手によって大切な人を失うことになります。20枚目のカード、審判はアダムスマッシャーと戦った場所にあります。審判は復活を表すカードです。ラッパを吹く天使が再生と解放の訪れを告げ、癒しと充足につながる重要な変化が迫っていることを予言しています。このカードはまた、自尊心のシンボルでもあります。審判は神輿を表します。図柄は原作のものを踏襲しており、忍者の奏でるラッパの音に呼び起こされた人々が泉から這い出ています。神輿にアクセスした V とジョニーは、V の体に残された時間がわずかであるという事実を知ります。V が肉体に戻れば拒絶反応により半年しか生きられず、ジョニーが戻れば V を失う代わりに新たな人生を得ます。そして、その選択は神輿にアクセスした時点で肉体の主導権を握っていた者に委ねられました。審判には復活、転生、最後のチャンスというプラスのキーワードと、非難、不満の残る最後などのマイナスのキーワードがあります。V は身体に戻ることで残された時間を生き延び、さらなる延命の手段を探す最後のチャンスを得ます。ジョニーは V の身体に転生することで死からの復活を遂げます。V にとっては不満の残る最後になるかもしれませんが。14枚目のカード、節制はジョニーが V の墓参りに訪れる、ノースオークの慰霊堂にあります。節制は調和を表すカードです。自制、あるいは成熟した安定状態に徐々に移行することを象徴しています。また、自己を抑制できている状態や、心の平穏を求める願望と関連付けられます。V がジョニーに体を明け渡した場合は節制エンドを迎えます。図柄は原作のものから変更が加えられており、赤い目をした人物がもう一人から血を受け取っています。横たわる死体は V であり、ジョニーは V の犠牲によって復活しました。ジョニーは荒坂の技術で復活したといえ、その体で生き続ける限り、レリックを開発した荒坂との関係は切り離せません。節制エンドでは吊るされた男、魔術師、星が挙げられます。過去、世界の屋上で決断を下した V は吊るされた男です。吊るされた男が示すジョニーと同調しすぎた V は、ジョニーを信頼し、主導権を明け渡すことを決めました。現在、神輿で V の体に戻ることを決めたジョニーは魔術師です。ジョニーは V を裏切ることで、もしくは寿命の残されていない V が自ら犠牲になることで V の体はジョニーのものになります。未来、肉体を得てないとしてを離れたジョニーの未来は星です。破滅願望持ちのテロリストとまで称されたジョニーは大切な人を失う代わりに全てを手に入れました。星が示す未来は平和、平穏です。誰これ構わず殴ることはせず、持っていた銃もしまい込み、人を傷つけずに生きていきます。節制は思慮、冷静、矛盾の調和などのプラスのキーワードと、過剰、身勝手な要求というマイナスのキーワードがあります。節制エンドのジョニーは、ジョニーシルバーハンドではなく、戦争でふるさとを奪われる前の本来の自分を取り戻しています。全てを失って栄誉の死を遂げた V とは対照的に、全てを得たジョニーは平穏な生涯を生きることでしょう。17枚目のカード、
星はアルデカルドスとナイトシテを出る際の簡易キャンプにあります。星は希望を表すカードです。暗い夜空にも、帰り道を示す光が輝いています。星はインスピレーションやモチベーションとなり、前へ進む力を与えてくれるのです。アルデカルドスに協力を求めた V は星エンドを迎えます。図柄は原作のものからアレンジされており、泉から復活している女性が多くの仲間に見守られています。アルデカルドスと荒坂タワーを襲撃した V は、ミコシにアクセスしジョニーとの分離を果たします。パナムの見守る中ミコシで意識を取り戻した V は、荒坂からクランの財政難を解決するのに十分な資材を盗み出し、アルデカルドスと共にナイトシテを離れます。星エンドでは戦車、恋人、太陽が与えられます。過去、世界の屋上で決断を下した V は戦車です。アルデカルドスと共に多くの仕事をこなした V は、自由を求めるという彼らの明確な方向性に同調し、パナムに連絡して協力を仰ぐことに決めました。現在、アルデカルドスと共に荒坂タワーを襲撃した V は恋人です。パナムはクランを死地に送り込むという作戦の責任を負うことに不安感を覚えていました。ミリテクの襲撃により多くの仲間を失った V たちはそれが誤った選択であったと後悔します。そして、多くの犠牲の上に V はミコシにたどり着きます。未来、ナイトシテから遠く離れた地で生き延びる方法を探す V は太陽です。成功、活力を示す太陽の通り、その試みはうまくいくことでしょう。レリックにより損傷させられた脳を治療することができる人物は、ナイトシテの外にいたのかもしれません。星には希望、平穏、より良い未来というプラスのキーワードと、失望、悲観主義などのマイナスのキーワードがあります。希望を胸にアルデカルドスとナイトシテを離れた V は、どこかで体を治し、キャンプで酒を飲んだり、レースをしたり、たまにラフェンのキャンプを襲撃したりして、平和な毎日を過ごすことでしょう。19枚目のカード、太陽はアフターライフのボスになった V の邸宅がある場所の下にあります。太陽は成功を象徴し、自由、復活、明るい未来を表すカードです。影を照らし、世界の秘密を明らかにする存在であるため、真実を表すカードでもあります。また、偉大さや輝かしい美しさとも関連づけられます。ローグ、もしくはジョニーと荒坂タワーを襲撃した場合は太陽エンドを迎えます。図柄を見てみると、豪華な服を身にまとった男性はバイクにまたがっています。その背後には巨大な太陽が浮かんでいます。傭兵として荒坂タワーの襲撃を成功させた V は莫大な富と、街全体を見下ろせる住居を手に入れます。そして、アフターライフのトップの座を手に入れた V は、ナイトシテの生きる伝説となります。豪華な服に身をまとい自由を象徴するバイクにまたがる人物は、ナイトシテのレジェンドに名を連ねた V を表します。太陽エンドでは力、皇帝、世界が示されます。過去、世界の屋上で決断を下した V は力です。V はその勇気を持って単身、誰も巻き込まずに荒坂タワーに挑みます。もしくは、ジョニーに体を預け、ローグが断ることのできない要求を突きつけます。今すぐ荒坂タワーに侵入したい。と、現在、荒坂タワーから生還した V は皇帝です。荒坂タワーの襲撃に成功し、アダムスマッシャーを撃った V は、アフターライフの支配者として畏怖や尊敬を集めます。そして現役を退いたローグに代わって、ナイトシテの秩序の維持を行うでしょう。そんな V に待ち受ける未来は世界です。まず、ナイトシテのレジェンドとして成功を収めた V は、伝説らしく仕事の中で派手に死ぬという幕引きもあり得ます。もしくはデクスの手によって一度死んでいる V は、生きる伝説としてこの先も生き延びるかもしれません。例えば、ブルーアイズの神経網回転の技術を利用して、レリックで損傷した脳細胞を治療することを企てていても不自然ではありません。平穏な生涯か、栄誉の死か、どちらの人生を選んだとしても世界が示すのは成就であり、必ず満足のいく結果が得られるでしょう。太陽には成功、到達、
活力などのプラスのキーワードと、自尊心、独善的などのマイナスのキーワードがあります。ナイトシティで夢を見る愚かな若者だった V は、愚者の旅路を経て、ナイトシティの高みにたどり着きました。花子の提案に従った V とは対照的に、全てを得た V は何でもできます。生きるも死ぬも、本当の意味での自由を手に入れました。ブルーアイズの依頼を最後に、V は全ての予定を白紙としています。これは何を意味するのでしょうか？本当に帰ってこれる見込みがないほどの困難な仕事なのかもしれません。この仕事を最後に傭兵家業から足を洗い、恋人との時間を過ごすのかもしれません。体を救う代わりにブルーアイズの計画の手伝いをすると、取引を交わしたのかもしれません。V がどれを選んだのかはわかりませんが、太陽は成功を暗示しています。どんな結末を迎えたとしても、V は世界中にその名を知らしめることでしょう。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画はすごく頑張って作ったのでよかったら高評価お願いします。